ノギスの角度は30度。どうもナオリンです。今月の買ってみた、早速やっていきたいと思います。まずはガンプラから HGUC のメタスです。このキットが発売されたのは2006年なので、今から約13年前になります。このキットほぼ差し替えなしで変形することができます。昔ガレージキットのメタスを作ったことがあるんですが、それと比べるとちょっとねプロポーションがいまいちなので、改造してみるのもいいかもしれません。続いてマラサイのユニコーンバージョン。今ゼータ沼にハマっている関係でこのキットも購入しました。通常のオレンジではなくて緑を買った理由なんですが、ユニコーンバージョンには通常版には付属しない半ブラビのビームライフルと海蛇がついてきます。少しだけ価格は高くなるんですが、武器がついてるっていうのはやっぱりいいですよね。ゼータ関連はここまでになります。続きまして、みんな大好き Q キットです。昔からたまに顔を出してる個人の模型屋さんがあるんですが、そちらで購入してきました。ガンキャノンは中古だったので少し箱がボロいのと、あとデカールがね完全に黄ばんじゃってますね。私はファースト世代なので Q キットを見るとねやっぱり懐かしいなとは思うんですが、このまま組んでしまうとちょっとね残念なフォルムなので、改造は必須っていう感じになりますよね。このパケがねすごくかっこいいので、これを再現しようと思うと今のマスターグレードとかではなくてこの Q キットベースになるのかなというふうに思います。まだ作るかどうかわからないんですが、次いつ再販されるかはわからないんでね、一応買っときました。144分の1のザクキャノン。これもおそらく今回再販されたものだと思うんですが、リアルタイプっぽい仕上がりになるように肩の一部のところが鋳造表現みたいなザラザラ加工がされていたり、あとデカールが付属するのもいいですね。続いて最新キットになります。プレ版で注文していた RG ニューガンダム用のダブルフィンファンネル拡張キットですね。内容はフィンファンネルと、あとそれを展示するクリアのスタンド。これはおそらくマスターグレードのハイニューガンダムバージョン K についてたのと同じものだと思うんですが、基部の部分が黒から赤に変更されてます。あと水転写デカールが付属するので、これを使って RG のニューガンダム仕上げていきたいと思います。続きまして、以前買わないと言っていたマスターグレードのリガズィカスタム買ってしまいました。このキット20年近く前に発売されたマスターグレードのリガ Z がベースになっているんですが、可動部分などを中心に現代っぽい改修がされています。ほぼ新規のような感じで、こういった機体が発売されるのは本当に嬉しいんですが、デザインがねちょっと昔のガレージキットそのまんまっていう感じで、かなり古臭いんですよね。できればデザインの方も現代風にアレンジして出してもらえると個人的には嬉しいです。今年もガンプラくじの季節がやってきました。皆さんは無事ガンダムゲットされましたか？私は今回3回引いてきたので、早速自慢したいと思います。まずは1つ目、D 賞のガラスプレートでした。去年は陶器のお皿だったと思うんですが、今年はガラス製です。中身はユニコーンガンダムでした。光にかざすとサイコフレームがキラキラしてすごくかっこいいです。続いて2つ目いってみたいと思います。F 賞のガンダムヘッドでした。中身はマスターグレードのニューガンダム。昔のキットなんで少し頭が大きめなんですが、ディスプレイするのにはちょうどいいんじゃないでしょうか。続いて最後です。ガンダムは出るんでしょうか。実を言うと今回ガンプラくじやらなかったんです。動画を上げてないんでね、うすうす感じてた人はいると思うんですが、実は娘と一緒にセブンイレブンにガンプラくじを引きには行ったんですが、急に娘がやらんって言い出しました。
それで私もね、そんなにくじ運がいい方ではないので、今回はやらないことにしたんです。じゃあなんでこのガンダムを持っているかというと、そうなんです。今回2人のリスナーさんから連絡をいただいて、一番くじのガンプラをいただけることになりました。いやね、今年もガンダムゲットできないなと思ってね、ちょっとしょんぼりしてたんですが、最初にジンさんから連絡をいただきました。その内容が A 賞3つ当たったんですが、1ついかがですかっていう感じなんですよね。すげえ、3つも当たったんだと思って、いや今回はね諦めてたんで、もう即答ですよ。いります。はい、それで A 賞と、あとガンダムヘッドとガラスプレートも一緒に送っていただきました。ジンさん本当にありがとうございます。はい、さらにその後リスナーのもっくんさんからも連絡をいただいて、 A 賞のガンダムとさらに B 賞のシャーザク、あとガンダムヘッド5種類と、さらに前回のガンダムくじの A 賞もいただきました。いやもうなんか一気にくじ運が良くなったような気分になっちゃうよね。はい、そんな冗談は置いておいて、もっくんさんたくさんのガンプラ本当にありがとうございます。今回プレゼントを送っていただいた2人の方には何らかの形でお返ししたいと思っています。本当にありがとうございました。はい、買ってみたの続きやっていきたいと思います。まずは消耗品から。クレオスの公式オンラインショップイオス九段でアフターパーツを購入しました。一つはエアブラシ用のニードルパッキングというパーツ、もう一つはコンプレッサー用のフィルターです。このニードルパッキングというパーツ、一体何なのかというと、このトリガーを引いた時に少し見えるパーツ、これがニードルパッキングになります。このパーツ、塗料がニードル側に逆流しないようにするためのものなんですが、今回このパーツを交換してみることにしました。交換した理由はまさに塗料は逆流してきてたからなんですが、古いものは見ての通りニードルとパッキングの間がスカスカなんですよね。新しいものはどうかというと、ご覧の通り、最初なんでこの塗料がね逆流してくるのかっていうのが分からなかったんですが、このパーツが消耗してたんだね。これでようやく塗料漏れから解放されるっていうのが嬉しいです。ただこのパーツ、新品だとかなりきつい感じなので、最初は少し動かして慣らしてあげる必要があるみたいです。続いてコンプレッサーのフィルターを交換したいと思います。私が普段使用しているのはクレオスのエルゴっていうコンプレッサーなんですが、この白い丸の部分にフィルターが入っています。フィルターを購入する前に一度開けたんですが、もう湿気を吸って色も変色しちゃってボロッボロで、もう大変なことになってたので捨てちゃったので映像には映ってないんですが、これを交換することでパフォーマンスの改善が期待できるみたいなので、今回交換してみることにしました。はい、続きましてバンダイから注文していたパーツが届きました。何かというと、はい、メッサーラの関節パーツです。あと壊しちゃった RG サザビーのクリアパーツ、はい、さらにさっき紹介した Q キットのガンキャノンのデカールです。クレオスの新しいマスキングテープも試しに購入しました。あと RG サザビー用のメタルパーツ。はい、続いて工具行ってみたいと思います。バンダイから新しく発売されたエントリーニッパーです。このニッパー、製造元がミネシマっていう風に書いてあったので、おそらくミネシマから販売されているベビーニッパーの OEM だと思います。サイズはかなり小さめなので、おそらく子供が使いやすいような作りになっているんだと思います。私が持った感じだと手にすっぽりと収まるので、結構使いやすいと思います。刃も結構薄めに作ってあるので、ゲートからパーツを切り離す時も楽だと思います。ただ両刃なので、切った後はどうしても少し膨らんだ感じになってしまいます。肝心な切れ味なんですが、
可もなく不可もなくっていう感じですね。普通に切ることができます。使い古したタミヤの精密ニッパーと切れ味を比べてみたんですが、あまり変わらない印象です。ゴッドハンドの片刃ニッパーだとなんかね、豆腐切ってる感じなんですよ。まあこれは片刃だし、あと値段も結構するからね、金ちゃんに比べちゃダメって言われそう。何度か試し切りしてみたんですが、切れ味は正直素晴らしいとは言えないんですが、値段も結構安いので、高級ニッパーとかと違って何も考えずにガシガシ切れるっていうのはいいと思います。はい、続いて大物行ってみたいと思います。はい、タミヤのトリガータイプのエアブラシを購入しました。クレオスのと迷ったんですが、グリップがついているタミヤにしました。さらにこのエアブラシで使える塗料カップと、あとエアテックスのブレードエアホース、さらに先日発売されたエア調整バルブ2も購入しました。前回のエアブラシの動画で塗料カップに自分の顔が映り込んでしまって、それを編集で消すのにめちゃくちゃ大変だったので、今回はしっかりと対策してあります。まずはハンドピース、さらにタミヤのロゴが入ったノズル取り外し用のレンチ、あと取り外し可能な金属製の 7cc の塗料カップです。このエアブラシ、ノズル径が 0.3mm のものなんですが、トリガー式はやっぱり握りやすいです。クレオスの 0.5mm のものと比べるとサイズ感はだいたいこんな感じです。今回購入したタミヤのハンドピースにクレオスの塗料カップが取り付けられるか試してみたんですが、残念ながら無理でした。プラスチック製の大型の塗料カップも別売りで売ってるんですが、金属製だとカップが大型になるにつれてかなり重たくなっちゃうんですよね。つまり腹筋崩壊太郎不可避なんですが、プラスチック製だと軽くていいですよね。タミヤの新型のエア調整バルブも取り付けてみました。使い方はすごく簡単で、左へ回すとバルブが閉じて、右へ回すとバルブが開きます。エアブラシ用のホースなんですが、なんか見た目は自転車の空気入れのね、あれみたいな感じなんですが、結構柔らかいんですが、しっかりとした作りなので、長く使えそうなのがいいと思います。はい、次で最後になるんですが、何かというと、はい、オープニングでも登場したデジタルノギスです。さらに中華製のものに加えて、三つ豊のノギスも購入しました。このデジタルノギス、Amazon で購入したんですが、価格がなんと衝撃の440円。ちょっとやばくないですか？ただ440円のやつは中国から送られてくるようだったので、ちょっと高めですが Amazon に在庫があるものを購入しました。中華の商品ってよくこういうのあるよね。同じ商品だけどブランドが違うみたいな。気になる性能なんですが、結構正確でびっくりしました。ただ最小で 0.1mm 単位でしか測ることができないので、それ以上の精度を求める方にはちょっと向いてないと思います。カーボン製って書いてあるんですが、カーボンでこういうのって作れるんですかね。よく詳しくないんでわかんないんですが、ちょっとねプラスチックっぽい感じもするんですよね。計測目的ではなくて、同じサイズのものをね何個か作りたいっていうんであれば、これで十分じゃないでしょうか。続いて三つ豊のデジタルノギスを見ていきたいと思います。これも比べちゃダメって言われそうですが、計測機器なのでちゃんとした検査書が入っていました。いろんなモデルがあるんですが、今回購入したのは15センチのタイプで、型番が CD-S15CT というものです。デジタル表示の周りがソーラーパネルになっていて、電池を交換しなくていいタイプになります。本体はステンレス製で、ちょっとだけゲージを動かしたい時に便利なサムローラーもついています。このノギス、最小で 0.01mm まで測ることができます。試しに 20mm 角のアルミ棒を測ってみたんですが、19.97 でした。 0.01mm 単位まで正確に測れるっていうのはすごいですね。今までは長さが10センチの普通のタイプのノギスを使ってたんですが、コンパクトで結構使いやすい反面、ちょっとね小指とかが余りがちだったんですよね。
それで今回はちょっと重くなるのは覚悟の上で15センチのものを購入しました。このサイズだと指が余ることもないので非常に使いやすいんじゃないかなと思います。サムローラーも微妙なゲージの開閉ができてすごく使いやすいと思います。はい、というわけで今回はここまでになりますが、いかがでしたでしょうか。今回贈り物をいただいたジンさんとモックンさんには改めてお礼を言いたいと思います。本当にありがとうございます。私も何かね、なおに送りたいよっていう方は気軽にメールいただいてもいいですし、あと Amazon 欲しいものリストのリンクを貼っときましたんで、そちらから送っていただいても OK です。ただし、あんなものとかこんなものは絶対に送らないでくださいね。絶対にダメですよ。振りじゃないですからね。この動画最悪だわという方はバッドボタンを、いやなかなか良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ここまでご覧いただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。